皆さんこんにちは。人間パワースポットアキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、強い守護霊に守られる霊感が強い人の5つの特徴ということでお話ししていきたいと思います。このチャンネルではですね、自分のスピリチュアルをもっともっと理解して直感力を高めていきまして、人生にミラクルを引き起こす、そんなコツがわかりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、世の中にはですね、霊感の強い人っていうのは結構いらっしゃるわけなんですが、そんな中でもですね、守護霊さん、みんなに守護霊さんっていうのはついているんですが、この守護霊さん自体がですね、結構強めのエネルギーを持っていることによりですね、その影響を強力に受けて、さらに霊感とかが強くなっている人っていう方がいるわけなんですね。で、そういう人っていうのはですね、やっぱり何かこう人生の中で大きな目的があったりですね、または乗り越えるカルマっていうものがあります。それがですね、結構大きめだったりする。それをですね、その守護霊さんたちが助けてくれてたりするわけなんですが、こういう人っていうのはですね、やっぱり人生自体が、やっぱ普通の人とは違う、何か違うなって思わせるものがあったりするわけなんですね。で、この見てくださってる方の中にもですね、私はちょっと霊感強めだなともし思ったらですね、今日ご紹介する特徴に当てはまってくると思うんですよ。で、そういう人っていうのはもう宇宙の流れというか決めてきたものなんですね。だからそれに対してですね、いやいやわーとか言って逃げたりですね、文句を言うのではなくてですね、よし、やったろやんか、それやったら、私、やるべきことやったるで、みたいな、前向きに考えて動かれるっていうことをお勧めしたいわけなんですね。そうすることで、反発しないことでですね、エネルギーの流れも良くなって、スムーズに人生が流れていったり、または自分も結局は楽になっていくっていうことにもつながるわけなんですね。はい。ということで今日はですね、強い守護霊に守られる霊感が強い人の5つの特徴をご紹介していきたいと思います。まず1つ目。1つ目はですね、よく耳鳴りや肩が重くなるっていう人です。これはですね、守護霊のパワーが強いと、その霊感がある人っていうのは、それをいろんな形で感じたりするわけなんです。それはちょっと人によっていろんな形があるので、様々なんですが、その代表的なものと言われるものが、この耳鳴りが鳴ったり、または肩が急に重くなったりするっていうことなんですね。この耳鳴りね、私年がら年中なってるんですって人はまたちょっと違う病気だったりするかもしれないので、お医者さんに見ていただいた方がいいんですが、たまにポッポッとやってくる、こういうものっていうのは結構、守護霊さんがですね、話しかけてくれてたり、メッセージを送ってきてくれてたりするんです。で、この慣れてきたり、僕らぐらいになってくると、それをメッセージとして受け取ったりとか、映像として受け取ったりすることができるんですが、まだ慣れてない人っていうのは、どうしても、それをもうその耳鳴りのような感じで受けてしまう。これ何なんだろうっていうような感じになるということなんですね。はい。ですからこの耳鳴りや、肩が急に重くなることがある。そしてまた急にパッと取れてしまうっていう。ね、肩もそうですね。いつも痛いんじゃなくて、急に来て、急にパッと、あれ今の何だったんだろうっていう風になる。こういう人は、この守護霊、強い守護霊に守られている霊感の強い人だということになるわけなんですね。はい。そして二つ目。二つ目はですね、手相に出ているということなんですね。この手相にも霊感の強い人っていうのはやっぱり出てくるわけなんです。で、よく言われるのが、この仏現相と言いまして、この、一般的にはですね、親指の第一関節の部分が仏像の目のような細い楕円形にちょっと二重になってるって感じですね。僕もこれ両手にあるんですけども、両手の。これはですね、この親指の第一関節だけじゃなくて他にもできたりするって言われてはいるわけなんですけども、ここの第一関節の部分にですね、この仏現相っていうのがある人はですね、すべてを見通す悟りを開いた人の目ということが言われているわけなんですね。だからこういう人っていうのは、霊感なども優れていたり、人の考えていることが分かったりという洞察力がすごかったりっていうことがあるわけなんです。で、これが両手にある。このね、
物幻想っていうのは結構多くの方、20人に1人ぐらいが持ってるらしいんですが、この両手を持ってるっていう人はさらに少なくなっていくわけなんですね。でこの両手を持っている人っていうのはさらにやっぱり霊感が強かったりするわけです。手相っていうのはいろんな考え方があるんですが、大体左手っていうのはですね、その人が持って生まれたもので、右手っていうのは自分で切り開いていった運勢だって言われてるわけなんですね。ですからこの両方ある人っていうのは持って生まれたもの、そして生まれてからですね、鍛えたり訓練をしたりとか気づきがあっていっているということで、すごく強力な霊感を持っていったりするということにつながるわけなんですね。で、あとですね、すごく僕が気になるのは、マス掛け線といってですね、この感情線と知能線が一本の線となって横切ってる人がいるんですね。天下分け目の、線とかって言われてですね、すごく強運の持ち主だったりするわけなんですね。これを持ってる人っていうのは、その人自身もすごく強いエネルギーを持ってますし、守護霊と言われる人もですね、パワーの強そうな人がついてる感じがするわけなんですね。はい。ですからこのマス掛け線というのがついている人もすごく守護霊が強くて、そして自分の霊感も強くなっているということになります。はい。そして3つ目。3つ目はですね、引き寄せ力が半端ないということですね。こういうふうに強い守護霊が自分の後ろにいてくださったりすると、どうしてもその影響を受けて自分のエネルギーも強くなるわけなんですね。そうすると、こういうふうになったらいいなっていう引き寄せのエネルギーが強くなるということです。だから、こうなるといいなと思うことがどんどん現実化していく人っていますよね。なんかこういうものが欲しいんだって、この間話してたと思ったら、もうすぐに現実化してるじゃんっていうような人っていますが、こういう人っていうのは強い守護霊さんがついていたり、その人自身も霊感が強かったりするということになるわけなんですね。ただ、この引き寄せが強い人っていうのは、反対にですね、こうなってほしくないなと思うこともやっぱり引き寄せてしまうわけなんですね。はい。こういう風になってほしくないなと思ったりしたことがですね、現実化していくので、ちょっと自分の思考にはすごく、気をつけておいた方がいいということでございますね。はい。そして4つ目。4つ目は、波乱万丈な人生になるっていうことです。これね、さっき言ったみたいに守護霊が強くてですね、そして自分も霊感も強いってなってくると、すごく大きなエネルギーが動くわけですよ。ね、そうすると、いいことも悪いことも大きくやってくるっていうことにつながっていくっていうことなんですね。で、じゃあ、アキラさん、なんか悪いこと起こらないようにならないのと思うかもしれませんが、やっぱり魂の目的っていうのはですね、いいことだけを経験しに来てるんじゃないんですよね。このいいことも悪いことも経験するようになってるわけです。だから、両方来るようになってるので、その両方来るものがすごく大きく返ってくる。結局、波乱万丈ないい時はいい、悪い時は悪いっていう風になりがちだっていうことですね。はい。ですから、この自分は守護霊さんも強くて、霊感も強い、そして波乱万丈になりがちだなって思う人に、ただ一つだけ気をつけるといいなと思うのは、その中にですね、そういう、落ち込んだりするときに、怒りをあまり持ちすぎないことです。この霊感の強かったりエネルギーの強い人っていうのは怒りを持っちゃうと、バーッとそれが大きく、やっぱり成長して大きくなっていくってことなんですね。そうすると自分にも周りの人にもすごく影響を与えて、自分の引き寄せも大きく悪く来てしまったりっていうことにつながるわけなんです。はい。ですから、怒りを持たないこと。そうすることでこの悪くなる方のエネルギーが緩和されるので、悪いと思われるようなことが、ここら辺で止まったりっていうことにもなるようになるわけなんですね。はい。ですから、波乱万丈な人生になるっていうことは、この、守護霊さんが強くて、そして霊感が強い人の特徴でもあるわけなんですね。はい、そして5つ目。5つ目はですね、助けてほしい魂が寄ってくるっていうことです。これね、霊感が強い人っていうのは、やっぱりそれを使って、そういうことを使って、これはヒーラーとかメッセージを伝える人、いろんなことがあると思うんですけども、そういうことを使って人のために何かをする、世のために何かをするっていうお役目を持ってたりするわけなんですね。だから、なぜかなんか助けが必要だっていう人がやっぱり集まってくる。ね、興味を持ってくれたりするっていうことにつながってくるっていうことなんです。はい。ですから、来
来る人、みんなを助けないといけないって、そういうわけではない。そんなことしたらね、自分が大変になっちゃうわけなんですけども、でも、やっぱりそういうふうに、何かしら、アキラさんと喋ってたらすごく楽になるわ、とか、元気出てくるわ、って僕もよく言われるんですけども、こういう人っていうのはですね、やはり何かしらお役目を持ってたりするわけなんですね。はい。ですから、逃げないでですね、ちゃんとお役目があるんだっていうことに気づいていった方がいいということです。このようにですね、強い守護霊さんに守られている、霊感が強い人の5つの特徴を言ってみましたが、こういうふうにですね、私強いんだな、そして強い守護霊さんもいるんだなっていうことが分かったらですね、それなりにもう逃げるんではなくて、よし、覚悟してやろうっていうふうに思った方がいいっていうことですね。そうすると、自分をよく知っていく。自分はもうこういう道に行くようになってるんだって分かってくるとですね、やっぱり生きやすくなる。そして、自然に流れていくっていうこともできるようになるわけなんですね。はい。ですから、私、霊感が強い人の5つの特徴入ってたわっていう方はですね、ぜひそんな風に考えて動いていただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとかゲイのこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録していただき、アキラの部屋のメンバーになってください。はい。そしてこちら、じゃーん！僕の、1冊目の本、守護霊リーディングです。この守護霊リーディング、僕は守護霊さんのメッセージを最初伝えるというカウンセリングをしているんですが、守護霊さんというのは本当にいろんなことを教えてくれたり、僕たちを守ってくれたりするっていうような役割をやってくださってるんですね。そういう守護霊さんのことよくわかるように、この本の中に書かれていますので、守護霊さんってどんな人なんだろうと思ったら、ぜひお読みいただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。